スペースアートダンス TV へようこそ。この動画は振り付けを分析していきます。今回はフミエルラッパーの曲でキッズダンス、特に年長あたりから小学校低学年ぐらいまでの振り付けやっていきたいと思います。選曲から10分以内に作った振り付けのポイントを整理して構成や利用している基礎を考察していきますが、今回は大人が10分以内で覚えました。動画後半ではおすすめの基礎練習も収録しておきます。フリースタイル、振り付け、基礎の3つのチャレンジコーナーではムーブで押さえるべきポイント、構成などを分析と紐付けてダンスを深めていこうと思っています。皆さんのダンスライフのヒントになるような動画を目指していきますので、チャンネル登録の上ぜひ最後までご覧ください。それではスタートしていきましょう。16ビートを中心で構成していて、キッズ時期にマスターしてほしい跳ね感を大切にしているイメージです。全体的にはシンプルに構成された2/8ですが、2/8目の頭で音ハメにチャレンジしています。しかも32ビートを使っているので、ここはキッズには大きなチャレンジポイントになると思います。ビートが跳ねているので踊りやすい曲のはずです。いいなと思う部分として奥行きと左右の動きを入れているので、これもキッズのボディコントロールを鍛えるのにとてもグッドだと感じます。利用している基礎はランニングマン、ボディウェーブっぽい組み上げからのアクセント、ザ・フィダーのようなイメージですかね。よく使います。ボディを左右に揺らすポジションも多数使っていますね。今回は大きく2つのポイントに絞って分析していきます。1、基礎アップダウンをマスターする。2、リズム感を鍛える32ビート。アップダウンの基礎技術は最も時間のかかるテクニックの一つです。もしキッズからダンスを始めていて、早めに胸を含む動き、張る動きの練習が始められるなら、それに越したことはありません。ダウンの技術ではお尻が後ろに出っ張ってしまう。アップの技術では、腰を反って体を痛めてしまう。こうした体の使い方は長い期間、そして、たくさん使う技術ですので、間違って覚えてしまうと体を痛めてしまう危険性もあります。しかし年齢が若い人ほど体に正しさが染み込みやすいものだと経験上感じます。キッズには少し難しいかもしれませんが、アップとダウンのやり方のヒントになる過去動画を流していきます。説明する時の参考になったりすると思います。またアップダウンの実践練習動画を動画後半に収録しておきます。できるだけ体の芯を中心に集めてバランスがぶれないようにしたいので、体の内側にある筋肉、ここからここに内転筋、もものところ内転筋っていうんですけど、ここの内転筋を少し近づけるようにすると体がぶれづらくなります。この状態をできるだけキープするようにすると少し体が安定するんですけど、デメリットとしては体が全部固まってしまうんですね。なのでできるだけこの内転筋、足は絞るんだけど上半身はリラックスしている。あとは膝を柔らかく使う。この両立ができるようになるっていうところがすごく大事なところになります。あともちろん上級者になってくるとかかとですっごくうまくリズムを取る方とかもいらっしゃるんですけども、でもまずはつま先体重でやることをお勧めします。つま先の内側絞り。そうすると足の裏で言うとちょうどこの部分ですね、この前側の内側、ここに母子球っていう丸い骨があるんですけれども、この辺りを中心に地面を掴んでいくっていうバランスをとっていくといいと思います。そして、次ですね、今度は胸の筋肉のお話なんですけれども、胸の筋肉を使うために腹筋がすごい大事になってきます。腹筋やもちろん背筋も大事になってくるんですけど、まずは腹筋を意識してみてください。とにかく最初はお腹をへっこませる、へっこませる、へっこませるっていうことがすごく大事になります。へっこませると肋骨が自然に上がっていくんですね。この上がっていったところからさらに鎖骨を、さっきも言いましたけど鎖骨のところをぐっと上に上げていくように意識をしてみてください。そうすることによって腹筋でまずは体のバランスを確保して腰を痛めないようにした状態の中で胸を上げていくことができるので、結構先に胸から上げちゃう人がいるんですけど、胸を先に上げてしまうと腰に負担がものすごくかかってしまうので、まず腹筋のボディベルトっていうんですかね、ここのところをしっかりと固めた状態でさらに胸を上げ込んでいくっていうイメージにするといいと思います。そのためには背筋ですね、この辺の背筋の力も使うっていうことです。最後に
腕の使い方なんですけれども、今回意図的に手はリラックスさせた状態でメニューを実施しています。なぜかというと、この後上級者になってくるとリズムを取りながら手をいろいろ動かしていくっていう動きが多用されていくんですね。その時に自分の癖で練習をばかりをしてしまうと、なかなかその次のステップの時に腕を使った動きっていうのができなくなってしまうので、まずは肩甲骨よりも先のところをリラックスできるだけさせるようにで意識して、バランスが崩れそうになったらふっと出すぐらいの感覚の方がいいと思います。つまり自分の意識は自分の体の中心線、そしてそこに集めるように筋肉を集めてくる、中に絞っていくっていうことだけ意識して、外についている手っていうのはできるだけ意識しないように今回のメニューを実施することをお勧めします。キッズに限らず、ダンス入門初心者が苦戦するリズムとして32ビートが挙げられます。1、2、3、4と数えるのが4ビート。これを倍速でタッ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 タと取るのが16ビート。さらに、16ビートを倍で取って、タタ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 と細かいリズムになるのが32ビート。32ビートは1拍を4分割しているわけですが、オンビート以外に3つのリズムがあります。これらを駆使することによって面白いリズムが刻めるようになります。この感覚をもしキッズの時から体に染み込ませることができていれば、その後のアドバンテージに必ずつながっていくと感じます。一番簡単なのは手拍子で練習するリズムトレーニングすることだと思います。これをトレーニングとして、公開している動画がありますので、ぜひね、その動画見ながら座りながらでもいいので試してやってみてください。それではどうぞ。それでは32ビートって何なのって言った時に、ワンカウントを4つに割るんでしたね。これがタカ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 、この手拍子を入れながら練習していきたいと思います。ただし結構この4つをね、このように手拍子でやると体が固まってしまってステップがうまくいかないということがありますので、このように腰のあたりをタカ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 と叩くように、これを手拍子の代わりとして練習するのをお勧めします。こんな感じです。セブン5オー。これと合わせてまずは表のサイドステップ、これがレベル1の1つ目のステップになってきます。このステップをキープしていただいて、タカツクタカツクタカツクやってみましょう。5、6、1つ目、いかがでしょうか。詰まっちゃったらやり直してくださいね。はい、 OK です。これで1つ目クリアです。それでは2つ目いきましょう。5、6、7、8、1、2、いかがでしょうか。しっかりリズムキープをお願いします。はい、 OK です。それでは3つ目のステップに移っていきましょう。3、4、5、6、7、8。少しずつ大きく。いかがでしょうか。OK。それではレベル1の最後のステップ4つ目になりますね。5、6、7、8。もうちょい。はい、ここまで4つできましたでしょうか。ここまでできればかなりリズム感はグッドな方だと思います。そして音歌というものを皆さんには意識をしていただきたいと思います。音歌とは何ぞやといった時に、シンプルに少しね説明バーッとはしょりますけれども、足を踏んだステップっていうのはやはり踏む時に意識を置く方がとても多いんですね。
しかしリズム感をよく見せるためのコツとして、足が離れるタイミングもどこかのリズムを作っていなければいけないということがすごく大事になってきます。そして今回は高塚高塚と4つ叩いていただきましたので、こちらのリズムを利用していきます。まず1つ目のステップ、ちょっと踏んでみてもらってもいいですか。はい、これがワンツー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 。これがこの前にある入門編初心者用というトレーニングではワンエ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 ン、この裏で16ビートで取ってもらいましたが、今回は高つく高つくでいきましたので、足をタカッツカッ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 と離していただきたいと思います。皆さんできますでしょうか。タッ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 ス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 タッできていますか。スタッスタッスタッ、数え方がトン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 ではなくてスタッスタッスタッスタになります。詰まっちゃったらやり直してくださいね。今回は手拍子はいらないので、スカッ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 ファイシッ、これだけでも随分リズム感がよく見えるようになりますので、音階意識してみてください。それでは最後に参考基礎練習としてアップダウンの実践動画流していきます。チャンネルスタート1本目の動画になりますが、解説編ではかなり細かいところまで体の使い方をレクチャーしています。他にも別動画にはなりますが、かゆいところに手が届くようなレクチャー動画も何本か出していますので、ぜひそちらもお時間のある時にご覧になってみてください。皆さんお疲れ様でした。今回はキッズダンサーのうちにマスターしておきたい超基礎の部分について考えてみました。どの年齢層でも共通して引っかかる部分として、胸をアップダウンさせること、32ビートの利用が挙げられます。これらを思い通りにコントロールすることができれば、必ず気持ちいいと思う踊りにつながっていくはずなので、粘り強く長期的に取り組んでみてください。指導者の方も粘り強く飽きさせないように練習することが、練習してもらうことが大切なポイントになってくるかと思います。フリースタイル、振り付け、基礎の3つのチャレンジコーナーでは、踊った後にムーブを分析する動画を作っています。皆さんからアイデアがあればリクエストお待ちしています。スペースアートダンス TV ではエナジー全開でダンスを様々な角度から楽しめる動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただければ幸いです。キッズダンサーの指導者の方は本当にいろんな工夫をされていて、指導していらっしゃるなぁと感心することが多いです。語彙力が豊富というか、子供たちに想像させる言葉選びがとてもうまいんですよね。私もキッズ用にいろいろとアイデアを練って試していきたいなといつも刺激を受けます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。